こんにちは、いちかスタイルです。本日は私たちの車中泊必須アイテムを紹介したいと思います。車中泊でね、必ず使うものなんですけれども、私たちは車がねそんなに大きくないので、割とコンパクトなものをいくつか揃えて車の中に必ず常備しています。それではもう一気にご紹介したいと思います。それでは本日もよろしくお願いいたします。夏の必須アイテム、網戸です。まずじゃあこちらから紹介します。これはね、サイドのスライドドア用ですね。はい、まずこちらスライドドア用の網戸をご紹介します。2枚セットです。で、右左ね決められているので、間違いないように。はい。これねストッキング状になってて、ちょっとね伸びる素材になっています。上の方がこうスポッてちょっとかける部分がありまして、で下の方でマジックテープがついているゴムバンドがあります。こちらを下の方にかけて固定します。ドアにぴったりくっつくので、かなり隙間なく、隙間ないね。そうだよね、隙間ないよね。全く隙間ない。はい。なので虫の侵入はね今まで一度もありません。はい。風も通りますし。そうそう、風もねよく通ります。はい。こんなに薄いですよ。ちょっとねストッキングみたいに本当に伸びる素材なので、フェチの方はお気をつけください。破りたくなる下がいるかと思うので、うわーみたいな、破らないようにしてください。破らないまずいないですけどね。これねマジックテープねそのままこう外したままにしとくと、これがねマジックテープにくっついてしまって、繊維がねちょっとボロボロになってしまうので、片付ける時もマジックテープオスメスぴったりくっつけて収納した方がいいと思います。私結構ところどころね繊維がこうちょっと出ちゃってるので、お気をつけください。続きましてリアゲート用です。こちらはね先ほどのスライドドア用と違って伸びない素材です。で真ん中にファスナーがあってダブルファスナーになってます。で外側からも裏側からも開けることが可能です。設置してからね、出入りとか、あと物のね出し入れとかも可能なので、明るいうちに先にね、セッティングしちゃった方がいいと思います。ちょっとでかくてねなかなか広げづらいんですけれども、磁石がね等間隔でこう側面に必ずついてるんですよ。上の部分がこうぐるーっと、上半分だけ磁石が等間隔でついていて、でボディのところにペッタンペッタンつけて、でリアゲートのこのポールがあるので、そこにマジックテープでこう引っ掛けるような形になっております。はい。で、裾の方は紐がついておりまして、そこでこうキュッとこれですね、裾の方でキュッと締めることができるので、割とぴったりつきます。はい。また隙間なくね。でなおかつ裾の方に両面ゴムがついていて、ゴムフックがついているので、それをホイールに引っ掛ける形になります。なので両側からこう引っ張る形なので、かなりピンと張ることができます。でそしてクリップもついているので、これもパッキンありますよね、ゴムパッキン。そこにクリップつけてもらって固定する形になっております。はい。これでだいぶかなりぴったりするので、同じく虫の侵入はほとんどありませんね。ありません。はい。ということで、このメッシュ両側、そしてリアゲート開けるだけでかなり風が通るので、夜は涼しいね。涼しいね。全く暑いなと思うことはないです。結構真夏に高原とかに行ってキャンプに行った時に、網戸して、車中泊したんですけども、寒いぐらいでね。そうなんだよね。風通しよくて。だからね、高原じゃなくても、きっとね夜そんなに蒸し暑いってことない気がする。ただねサイドならまだしも、リアゲートをね、開けっぱなしにして寝るっていうのが不安な方もね、いらっしゃるので、場所によっては、はい、そういう方はねやっぱキャンプ場とかがね、おすすめですよね。キャンプ場とか RV パークとかね、開けっぱなしでも安心安全なところがよろしいかと思います。そうだね。道の駅はちょっと怖いね。
人がいるからね、そうそうそう、視線が気になりますのでね。そうだね、うんはい。ということでこのリアゲートの網戸を使う時は比較的安全なキャンプ場、しかも区画を選んでいます、はい、まあ網戸問題ですね。はい、はい、続きまして、サンシェードです、でこちらはステップワゴン用なんですけれども、私たちのね車は RK5 なんですけれども、このサンシェードは RK5 用ではありません、で私たちが見た時は RK1、2しかなかったんですよね、安価なものは、なのでこれでいいかって買ったんですけども、一つリアゲートの方のガラスの形が違うんですよね、なのでくぼんだところがあるんですけれども、ちょっと隙間できちゃうんですよね。そうそう、隙間ができるんですけども、車の中にカーテンをしているので、それほど気にならないかってことで、まあこちらを選びました、裏側がね、アルミ素材になっていて、でこちらは黒の、まあ、布素材になっております、で吸盤がついてるんですけども、弱いので100均で吸盤を購入して自分たちで付け替えました、で、吸盤にねこの穴が開いてるんですけども、ここにこうフックをかけてこれで抜けないようにしております、はい、ただこれだけのことなんですけどもね、でそのリアゲートのところなんですけど、リアゲート見つからないリアゲート見つからない一番下かなあ、これですね、リアゲート、これです。上の部分がこうカーブになっていて、はい、ストップランプ用にそこ開けてるのかと思うんですけど、RK5 に関してはそこなかったんですよね、なのでここがねフラット状なんですよね、なのでこの部分だけちょっとガラスが見えてるんですけども、まあ先ほども言った通りカーテンをしているので、遮光カーテンなどでね、それほど気にならないですよね、はい、で実は RK5 用あるんですけども、それはねちょっとお高いんですよ、で生地もしっかりしていて、なのでまあどっちを選ぶかはあれなんですけども、安価なものでね十分しっかり遮光されるので、吸盤だけはねちょっと問題ありっていう感じがします、でもそれはきっとねどれも同じじゃないかなとは思います、吸盤に関してはね、熱があるので、熱でね吸盤が変形するのありますよね。ということでこの安価なサンシェード、はい、使えます。安くても使えます。はい。いつも車の中にコーヒーセットとして入れているカゴがあるんですけれども、この中に全部一式入っているんですけども、その中で一番使えるのが外 ST310 でございます。すごいコンパクトになるんでね、これもう車中泊今もう必須アイテムになっております。こんなにコンパクトなんで外すごいよね。日本の新富士バーナーっていう会社のこれは名作だと思いますね。ああ、そうなんですね。日本のメーカー。そう、日本のメーカーですね。日本が誇る名機だとは僕は思ってます。名機。ケイちゃんが言うとやらしいんですけど。いやそういう意味で言ったんじゃないんですけど。はい。もうねこれでね、広げてガス管くっつけるだけでも、それでもね小さいですよね、普通のね、そうですね、コンロよりもね。まあいろんな会社からね、小さいバーナー出てるんですけど、あ、そうなんですか。圧倒的にこれが人気なんじゃないですかね。へえ。ガスコードが出てるものもありますよね。ありますね。いろんな形状もありますね。これはね比較的車中泊では朝コーヒーを入れる時に使うんですけれども、やっぱりその撤収なんか片付けとかあるじゃないですか、朝って。だからそういうのがあって荷物がこう割とね、車内限られた空間に結構ごちゃごちゃしてることが多いので、もうすぐ出発とかもあるので急いで飲みたいっていう時とかあるので、やっぱこういうね小さめなものでお湯が沸かせるっていうのが、まあ便利ですよね。本当に便利。もちろんねキャンプでもね活用しておりますし、もうキャンプ車中泊でもう必ず外せないギアでございます。はい。これね私たち結構韓国系の YouTuber さんをね割と最近見るんですよね。そうですね。
でとある方がね、この外の黒、ブラックバージョンをね使ってて、あ、かっこいいなと思って、で何よりも海外の方がね日本のメーカーを使っているっていうことが、なんかすごく新鮮だったんですよね。なんか嬉しくなっちゃう。嬉しくなっちゃうよね。ということで、絶対車中泊、まあひいてはキャンプでも必ず使う外、ST310 でございました、はい、続きましてこのコーヒーセットの中に入っているもののもう一つがこちらのオピネルでございます。はい、はい、これナイフですね、言わずもがな、で柄の部分の中にねこの刃が入ってるっていうのが最も使いやすいものですよね。安心安全ですよね。なんかこう今までね一応ね包丁とか果物ナイフとか、その刃がねそのまま出ているものをタオルにくるんで入れてたりとかしてたんですけども、途中からねこのオピネルっていうものに変えてからはもう、まず安心なのと、あとコンパクトなのと、で比較的使いやすい、でこのコーヒーセットの中に入れている意味はコーヒーと一緒に果物を剥いたりとかすることが多いので必ずこの中に一式入っている一つです。はい、こういうね100均で買っているまな板と割とセットでいつも置いてあるんですけども、このカゴの中にね全部入っちゃうのでね、それぐらいコンパクトです。で、私たちが使っているのは9番なんですけれども、一番小さいのかな。いや、もっと小さいの確かあったとまだ 8号とかあるの？ちょっと定かではないですね、情報として。もっと大きいのもね、刃渡りが大きいのもあるらしいんですけど、私たちは比較的小さめのものを買いました。で、やっぱりその果物とか小さめのものをねカットする時とかこのサイズがねやっぱり便利ですよね。果物ナイフサイズなので、はい。ということで9番1本持ってます。はい、以上です。はい。続きまして、はい、こちらです。スームルームの卓上3段ラックです。はい。はい。では買ってよかったキャンプ道具でも、取り上げてますね。ね。もちろんね、キャンプでも当然使うものなんですけれども、畳んだ状態だった割と薄めにコンパクトになるんですよ。なのでこれも必ず常にトランクカーゴに入れて、で車の中に必ず常備しているものです。はい。こうやってね広げるだけなんですよ。で、買ってよかったシリーズでも紹介しているんですけども、ここのねバーをねスライドするだけなんですよ。で、溝があるのではめるだけです。で、これで固定されます。このようになっているんですけども、この間の買ってよかったシリーズで言うことが重複してしまうんですけれども、これを車中泊でカフェテーブルの上に置いて、でいろいろ細々したものを置いたりしていますね。であとねカメラとかね、車の中でね、三脚とかね立てるの結構大変なので、なのでそのカメラだけをこう置いて、カメラのね位置をこういろいろとね変えたりして撮影をしています。最近撮影にすごく重宝してるよね。そうなんですよ。ね、手で持てない時、両手が塞がっている時とかね、こういうとこに置いてね、割とね取れるんですよ。いい感じでいい感じに取れるんですよ。もちろんね充電器置いたり、あと調味料置いたりね、はい、しております。これね結構地味に使います。おすすめです。スームルーム以外でもね、他のメーカーさんでもあるらしいので、この木の質感、色もね違うもの、結構もうちょっと色の濃いウッド系の色もありますよね。はい。なので、迷ったんですけど、とりあえず一番耳にするスームルームにしております。はい、以上です。続きましてこちらです。ライトです。はい。でこちらゴールゼロです。ゴールゼロもどきか。そうだった。嘘言っちゃいけない。ゴールゼロもどきです。はい。安価だったのでね。で、しかもこのシェードにぴったりだったので、ぴったり入るんですよ。サイズ一緒だよね、ゴールゼロとき。同じ規格なんだね。ということで、ゴールゼロじゃなくても使えるってことで、もともとこのシェードが欲しくて。ゴールゼロを買おうってことになったんだけど、安いのがあるからこっちでいいかぐらいな感じだったんだよね。はい。使えます。使えます。で
その他にも50/50ワークショップのうんミニマライト、そうですね。それ以外にもうんなんかすごいちっちゃいうん磁石でくっつくとかそうですね、今100引っ掛けたり、均にもそれ売ってるみたいね。充電式で、うんうん、しかもまあコンパクトでというのですごく明るいんですよ。そして明るいね。眩しい。あ、眩しい、ごめんごめん。いいんだけど、うんうん、すごい強力でさ、あ、本当に明かりが眩しいね。ね、そんな小さいのにさ、うんうん、うんそうそうすごく役立ってます。それ。そう、こういうね、充電式でコンパクトで軽いもの、うんこれが車中泊で一番重要なんですよそうなね。んですよ。もう電池が入るものとか、でかいものとか、重たいものはもういらない。本当いらない。本当に。もう車列系がなければ、車列系が必要なければ、もうこんなので全然いいんですよ。はい。十分十分。でもおすすめはね、やっぱね、こういうねシェードをかけたりとかできるゴールゼロとか、あとこのミニマライトもね、暖色系の色をね発するので、これもね車の中で結構ムーディーになります。ムーディー。ムーディーになります。車内をムーディーに。ムーディーになります。そう、ご飯もね美味しく見えるんですよ。こういう暖色系の方が。なので、こういうねコンパクトで、そしてなおかつ充電式の軽いものが、車中泊に、おすすめです。はい、使えますね、かなりね。失礼しました。はい、ということでコンパクトな充電式ライトでした。はい、続きまして、ゴミ箱問題です。こちらです。ロゴスのギアケースです。で、これ折りたたみが可能なタイプです。で、これ本当はねギアケースなので、ゴミ箱用として販売されているものではないんですけれども、はい、ファスナーがこう両側についているのと、ここがマジックテープになっています。はい、なので、みっちりと。密封することが可能なんですよね。簡単に閉じたり、密封したりすることができますね。はい。で、これを燃えるゴミ用と、缶瓶を入れるために、真ん中で2つに分けて袋を入れています。で、キャンプでは、ラーテルワークスのハイドボックスを普段使っているんですけども、あれだとでかいんですよ。大きいね。はい。で、車中泊では比較的食べるものとかをコンパクトにしたり、ゴミがあまり出ないようなものを選択したりしているので、これで十分なんですよね。で、カフェテーブルの向こう側にちょっと置く感じかな。そうですね。なので、このサイズがねちょうど良いんですよ。はい。で、ゴミの量もちょうど良いですね。はい。ということでギアケースをゴミ箱にしております。はい。ゴミ袋をつけるクリップをつけたりしてるショート動画があるので、よかったらそちらをご覧ください。はい、そうですね。で、中がね防水になっているので、これもね良かったですよね。はい。ということで車中泊ではこれをゴミ箱に活用しております。ゴミ箱で車中泊でゴミ箱に使わないときは、もちろん通常の使い方ギアケースとして活用することもあります。はい、ということでロゴスのギアケースでした。はい、続きまして寝具です。最近購入しましたワークマンのシュラフです。こんなにコンパクトになるんですよね。これね、あれですね。フュージョンダウンシュラフです。なので本物のダウンではないんですけれども、十分暖かいです。ダウンが混ざってるやつですね。はい。今までは冬使っていたのはベアーズロックのすごいでっぷりとしたでっぷりとしたシュラフを使っていたんですけれども、あれでもねすごいね暖かくて肌触りが良くて、かなりお気に入りなんですけれども、ちょっとコンパクト性をね重視してこちらをちょっと購入してみました。で、原動機はねさすがにベアーズロックかなとは思ったりしてます。この間ねちょっと寒かったので、上にこう何かこうかぶしたりとかして、ちょっと体温調整はしていたんですけれども、コンパクトとしてはもう優秀なんですけども、もしかしたら原動機になったらベアーズロックを引っ張り出すかもしれません。はい。で、夏もうね夏なのでね、多分ねこれでもね使えると思うんですよ、高原とかでは。で、平地の方では、そうですね肌掛けをかけるぐらいかな。そうだね。で夏はねこの
クッションになる肌掛けなんですけれども、島村で買ったやつですね。ロゴスデイズですね。はい。これねボタンがついてるので腰巻きにも使えるし、これ枕丸めて枕にもすることもできるし、まあこのぐらいのサイズの肌掛けです。これを夏にお腹にかけて寝るっていうパターンもあります。これねどこまで説明しようかな。マミー型なのでね、私たちちょっとマミー型を敬遠してたんですけども、まあ使ってみたらね、まあまあそうね、なんとか寝れるかなぐらいな感じです。まあ暑かったら僕足を横から出したりとかして、ちょっと調整はできるのでね。だから私ガバガバスタイルで有名なので、そうだね。そう私足ガバガバスタイルなんですよ。動かしたいもんね。そう足をね動かしたりあぐらかいたりしたいので、シュラフの中であぐらかくってなんだよって感じなんですけど、とにかくね足をね結構動かしたいんですよね。なのでちょっと敬遠してたものがあるんですけども、まあなんとか寝れるので、とにかく一番はそのコンパクトを重視したのでこちらを購入しました。まあねダウンシュラフの中では安価なのでね、はい。購入しやすかったです。はい、ということでワークマンのシュラフでした。はい、続きまして冷感マットです。これまた夏には欠かせないアイテムですね。はい、これねサイズは120のセミダブルサイズです。ニトリの N クールと呼ばれてるやつですね。はい、これも冷たいのでね。でもねうちどうだろうね、比較的夏涼しいよね、寝る時って。まあ涼しいところに行くって感じかな。だから冷感マットの恩恵はさほど受けではいないんですけど、引くことは引いてます。はい。で先ほども言いましたけども、サイズが120なのでベッドキットの横幅にぴったりです。はい。で冬はなんかうちいつも必ずベッドに敷いているブルーのラグがあるんですけれども、それの上に直接シュラフを引いてそのまま寝ちゃってます。そうですね。冷感マットでも気持ちいいねやっぱね。肌触りがね気持ちよくて、僕暑がりだからさ、やっぱりそういう冷感マットが本当にありがたい。あ、そうなのか。ひんやりして、そうか、私と体感温度違うんだもんね。そうだったそうだった。10度ぐらい違うはず。そんなにということでじゃあ必要らしいです。夏は必要です。はい。ということで冷感マット必ずね。これ夏に必須ですね。お値段以上ですから、ニトリさんありがとう。ありがとうだね。ということで、冷感マットでした。はい、続きまして、これは必ず必須っていうほどでもないんですけれども、私たちの車中泊キャンプシーンにおいては、まあ必須アイテムとなっております。携帯トイレです。車中泊においては夜深夜ですね、トイレに行きたくなった時に車のドアを開けて、でバタバタガチャガチャしながらね出ていくと、お隣にねご迷惑かかるっていうのもありますからね。道の駅なんか特にです。はい、お隣結構近かったりしますからね。はい。なのでそういう時、それだけじゃないです。そんなことよりも、そもそもトイレに行くのがめんどくさい。確かに遠い。遠かったり寒かったり、冬はね寒いしね。そうで夏は開けると虫が入ってくるしね。そうだね。そうだからできればあんまり開けたくないんですよね。はい。ということでそういう時に携帯トイレを使っています。で携帯トイレ事情問題は1本動画を上げてますので、そちらを参考にしていただければと思います。防災用としてもね。とても役に立つアイテムだと。はい。で簡単にざっくり説明しますと、主人はこちらの100均用の100均用おかしいね。100均用のトイレです。主人は100均のトイレを使っています。なぜなのかというと、棒をね入れてまた言っちゃった棒って。竿をね。そう竿、それもダメなんでしょ。それもダメなんでしょ。いいや、そういうしかないもんね。男性はね棒を突っ込んでしまえばどこでもできるので、これがね一番便利なんですよね。それ女性しにくいと思う。女性はねもうほんとしにくいと思う。なので私がちょっと
改良しましたこちらの携帯トイレ、自作のトイレがあるんですけども、これがトイレになります。これは100均で買った折りたたみバケツです。はい、ざっくり説明しますけども、これにここに入っている黒い30リットルの袋をセッティングして、でこれのペット用のシート、吸水シートをここにセットして、これにまたがって用とします。その後に、この中に入っている、ちょっとうっすら見えてるんですけども、この水色が消臭袋になります。でこれに入れて、捨てるというのが、一例になります。はい、で先ほどもね言いましたけどね、災害でも大いに活用するのではないかなと思っておりますので、必ずこのセットを、1回分のセットをいくつも作って、バッグに入れていたり、車の中に常備していたりしております。はい、いつかの時のために、こういうのはね、しのごのいてられないですからね、災害時バタバタしてもうわけのわからないような状態の時にね、被災地でもね、もしかしたらトイレね、水が流れないとかありますしね。そうです。なので常備しておくのが大事ですね。はい、とにかくちょっとでもいいのでね、2、3日分でも何でもいいのでね、セットしとくと安心かと思います。はい。これバケツ防水、もちろん防水、シリコンでできた防水なので、漏れることはありません。はい。気になる方は動画をご覧ください。はい、以上です。続きましてポータブル電源です。で、2台あるんですけれども、もともと持っていたのがブルーティーです。で、最近足したのがエコフローです。なぜこの2台持ちなのかというと、車中泊はね比較的1つでいいんですけども、キャンプとかになってくると、1つで独占したりとか、あともう1つ別の場所で使いたいっていう時があるので、1つの場所にまとまってしまうと使いにくいんですよね。でなおかつ容量が大きいと場所移動持ち運びに不便なので、私たちは片手で持てるサイズを購入しました。で容量としてはブルーティーが716ワットアワーですかね。1000以下です。で、こちらのエコフローも同じぐらいで768ワットアワーかな。はい、1000以下のものだとこちらのサイズになります。でこれだと女性でも簡単に、簡単にっていうほどでもないんですけど、重いといえば重いんですけど、片手で運べるぐらいですね。はい、ということですぐに使いたい時、あと場所移動して使いたい時のように、このぐらいのサイズを購入しました。はい、移動が楽ですよね。はい、で車中泊においても、やっぱりね重たいので車の中でよいしょって移動したりとか、そういう時のことを考えると、やはりコンパクトなものが使いやすいんですよね。コンパクトに限りますね。そうだね。はい。車載冷蔵庫とか、冬でしたら電気毛布とかに使ってます。そうそうそうね。で冷蔵庫なんですけども、冷蔵庫自体も軽いものではないじゃないですか。なのでやっぱその固定しておくものなので、やっぱもうブルーティー一つ独占感っていう感じだったんですよね。そうですね。冷蔵庫用という感じですね。例えば調理だったり、炊飯器でお米炊いたり、あとは充電だったりしたり、あとは場所移動して使うところに持ち運んでっていうことがあるので、こうやって冷蔵庫でね固定してしまうとね、ここまでもう持ってこなきゃなんなくなっちゃうからね。はい、ということで女性でも片手で持ち運びできて、で簡単に場所移動できるサイズ、コンパクト性が一番効率がいいのではないかなと思います。車中泊には向いてますよね。そうだね。はい。本州遠征の時もね大活躍しましたね。そうですね。はい。移動中はシガーソケットから充電もできるので、使わない時は充電して、ですね。はい。で私たちね他のメーカーをねそれぞれ持っちゃっているんですけれども、例えばそれぞれがねワット数が少ないものでもつなげてね、一つの大きいね、もうポータブル電源として大きいワット数を活用したい時に拡張できるものがあるじゃないですか。最近では拡張できるタイプが結構出てきてますからね。そういうことをね、大きな電源をね活用したいっていうね、
スタイルの方は、まあ、うん、同じメーカーのものを揃えるのもいいかもしれないですね。電気はあるに越したことはないからね。本当ですよ。これもね、もちろん災害系にとってはね、必須なのかなって思います。ですね。やっぱり災害に備えて持っておくのも必要かとは思います。もともとその災害目的で買ったのと半分、キャンプで活用するのも半分っていう感じだったので、これは買ってよかったよね。そうですね。まあ願わくばソーラーパネルも欲しいところですよね。ああ、そうだね。ということで、まあ、ポータブル電源小さめのもの、コンパクトな、まあ、女性でも持ち運びできるサイズがおすすめです、ということです。はい、はい、続きまして、イヤホンマイクです。これは、ワンオーディオというメーカーで、この商品名がオープンロックプロと言います。でこちらはこのケース自体が充電器になってます。なので、使用していない時はこの中でも充電可能なので、これだけで持ち運びが可能です。で、なぜこれイヤホンなのかというと、私たち車の中で車中泊の中で映画を見たりとかして時間をね、有効に使ったりしております。でもちろんね、その車中泊両側に車が止まっていたりとかしますし、車中泊だけじゃなくってキャンプでもね、意外とね、その映画ってなんか BGM はうるさいのに会話は聞こえない時とかあるじゃないですか。でもそういう時やっぱボリューム上げてしまうと近隣に迷惑がかかるので、そういう時に必ずこのイヤホンを活用しています。で、これなんですけども、形状が耳に挟むタイプになっております。なので耳のね、穴に刺さない形になっているんですよね。そうですね。周りの音も聞こえるという。で、外のね、音も聞こえつつ、スピーカーから聞こえる音もしっかり耳で聞き取るという形状なので、でなおかつシリコンになっているので耳に負担が全くありません。つけててもね、つけてることを忘れるよね。装着感がないんですよ。そう、この間ずっとつけてたよね。音楽聴きながら説明してたんですけども、もうつけてるの忘れててね、ずっとつけてたよね。そうということで、オープンロックプロイヤホン、こちらは、車中泊で一番使っているものです。かなりおすすめです。ということで、イヤホンマイクでした。本日のまとめです。私たちの車中泊グッズ必須アイテムをご紹介いたしましたが、そうですね、全部ね、本当に必須というほど必ず使っているものなんですけれども、もし皆さんがね、必ず車中泊、もしくはね、キャンプで使っている必須アイテムがあったら、おすすめがあったらぜひコメントで教えてください。ということで、結構ね、パパッと紹介してしまったんですけれども、もし気になるものがありましたらコメントで、お聞きください。今回紹介したのは全部概要欄で貼ってもらっていいのかな。もらっていいのかな。じゃあ貼ります。ね、詳細を知りたい方は概要欄で、概要欄をご覧ください。チェックしてください。ということで、私たちキャンプ動画、車中泊動画たくさん上げてますので、遡って見ていただけるとありがたいです。高評価、コメントいただけるとありがたいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。いちかスタイルでした。ペコリー。お疲れ様でした。ありがとうございます。大体ね、みんな使ってるものってね、基本一緒だと思うんですよ。一緒だとは思いますね。製品は違ったりすると思うんですけど。使い勝手ってね、人それぞれなんですけれどもね、限られたスペースの中でね、使うものってね、大概にやっぱ一緒ですよね。かぶってるとは思いますけど。結局一緒なんですよね。ということでね、なんか新しい発見がありましたら、ぜひ教えてください。教えてください。コメントお待ちしております。お待ちしております。さて飲もうか。やるか。飲むか。飲むしかね。飲むしかね。バイバイ。
もうちょっとしたらあれがおきんきんになると思うから、私にもちょうだい。すごい、今までにないキンキン。凍ってるね、凍ってる。バイ。冷たいい音。悪い子だ。わかめスープなのって。